1505年、イタリア・フィレンツェ。ある男が川岸にしゃがみ込んでいた。何時間もただ水の流れを見つめている。通りかかった人々は不審そうにその姿を見ていた。川を見て何になる。仕事もせずただ水を眺めて。しかし男のノートには奇妙なものが描かれていた。渦を巻く水の流れ、その隣に女性の巻き毛。二つは寸分たがわぬ形をしていた。レオナルド・ダ・ヴィンチ。彼にとって水と紙は同じものだった。なぜ彼にだけそれが見えたのか。私たちが絵画だと信じているモナリザは、実は科学と解剖学の研究結晶だった。私たちが天才と呼んでいる彼は、実は誰でも真似できる3つの習慣を持っていた。今日はその秘密を解き明かす。ルーブル美術館。モナリザの前に人々が集まっている。不思議なことが起きている。ある人が口元を見ているとき、モナリザは無表情に見える。ところが視線を目元や背景にそっと移した瞬間、微笑みが深まる。500年間、人々はこの現象に説明をつけられなかった。解明したのはダ・ヴィンチの死後500年経った頃、ハーバード大学の脳神経学者マーガレット・リビングストン。彼女が突き止めたのはこうだった。人間の目は中心で細部を、その周りでぼかしと影を捉えている。モナリザの微笑みはぼかしの中にしか存在していない。直視した瞬間に消え、目をそらした瞬間によみがえる。ダ・ヴィンチは人間の脳が情報を処理する仕組みそのものを500年前に見抜いて描いていた。では、どのように実現していたのだろうか。彼はモナリザに筆を入れる前、何ヶ月も乾燥を待っていた。人間の髪の毛の約100分の1の薄さで透明な釉薬を塗っては乾かし、塗っては乾かし。それを最大30回。2010年、ルーブル美術館の科学者たちが X 線をモナリザに当てて層を一枚一枚調べた。彼らは自分の目を疑った。ダ・ヴィンチは酸化マンガンと酸化鉄を科学者のように配合していた。影の濃淡は絵筆ではなく科学の式で作られていた。これは絵画ではない。これは材料工学だった。そしてもう一つ、モナリザの背景に目をやると遠くの山々が青みがかってぼやけて見える。これもダ・ヴィンチが発見した法則だ。光は遠くの空気を通り抜けるとき、青い波長だけが散らばる。だから距離があるものほど青く輪郭が曖昧になる。彼はこの光と空気の物理を絵の中に持ち込んだ。大気遠近法と呼ばれるこの技法も彼が画家ではなく工学の研究者として発見したものだった。そしてダ・ヴィンチの机の上にはもう一冊のノートが開かれていた。ウィンザー城に今も保管されているそのページには、人間の唇の筋肉が神経の走り方とともに緻密に描かれていた。口の中央の筋肉が口角を引くときどう連動するか。彼は解剖したばかりの遺体の口元を何度も観察しスケッチを残していた。そしてその知見を絵画に持ち込んだ。解剖学、工学、科学、幾何学。モナリザはこれら4つの科学が一人の人間の中で融合した結果だった。ここで一つの疑問が立ち上がる。なぜ彼は絵を描くために解剖学がいると気づけたのか。なぜ影を描くために科学がいると思いついたのか。他の画家たちは誰一人そんなことを考えもしなかった。ダ・ヴィンチのノートを開くとまず驚くのはその散らかり方だ。1ページの中に川の流れの図、幾何学の方程式、帽子のデザイン、そして人間の心臓の解剖図がぎっしりと並んでいる。ある研究者がこれを思考の混沌と呼んだ。
普通なら別のノートに分けるはずだ。水のことは水のノートに、解剖は解剖のノートに。彼はそうしなかった。これが一つ目の習慣だ。関係なさそうなものを同じページに並べる。なぜ並べたのか。答えは別のページにあった。ウィンザー城に保管されたある趣向。水の渦のスケッチの隣に女性の巻き毛が書かれている。そして彼の左利きの鏡文字でこう書かれている。水面の動きを紙の動きになぞらえて観察せよ。水が渦を巻く理由を紙のカールから理解しようとしていた。これが二つ目の習慣。分野をまたいでなぜを問い続ける。ここに彼の得意性がある。ダ・ヴィンチは私生児として生まれた。当時のフィレンツェでは私生児は大学に入れなかった。ラテン語も正規の学問も教えてもらえなかった。彼は書物から学ぶ道を最初から閉ざされていた。代わりに彼が頼ったのは自分の目だった。そして三つ目の習慣。ある日、ダ・ヴィンチは山に登った。そこで貝の化石を見つけた。500年前の常識では化石は聖書の言うノアの大洪水の名残とされていた。大洪水で流された貝がたまたま山の上に取り残されたと。しかしダ・ヴィンチはそう考えなかった。彼は化石の周りの地層を観察し何枚もスケッチした。そしてノートに信じがたい仮説を書きつけた。山と大陸はかつて海の底にあったのだ。プレートテクトニクス理論が確立されるのは450年も後のこと。ダ・ヴィンチは化石という小さな手がかりから地球の歴史そのものを読み解こうとしていた。これが3つ目の習慣。自然を法則の見本帳として読む。彼の目には世界全体が一冊の巨大な教科書に見えていた。水の渦も紙の巻き毛も貝の化石も人間の心臓も全ては同じ法則が形を変えて現れたものに過ぎなかった。ダ・ヴィンチが生涯で記したノートは約13000ページ。現存するのはその半分。そこに広がっているのは一つの確信だ。自然は嘘をつかない。書物が間違っていても自然は必ず正しい答えを持っている。ダ・ヴィンチが実践していた3つの習慣。分野をまたぐ問いを立てる。関係なさそうなものを並べる。自然を法則の見本帳として読む。これが組み合わさった時、彼の中で知の結合が起きていた。500年が過ぎた。ダ・ヴィンチのノートの習慣を現代の認知科学者たちが追いかけ始める。1980年、カナダの心理学者メアリー・ギックとキース・ホリオーク。彼らは人間の創造性を生むメカニズムを3つのステップに分解した。1つ、共通点に気づく。2つ、要素を対応づける。3つ、解決策を適用する。これは後にアナロジー的問題解決と呼ばれ、創造性研究の出発点になった。水の渦と紙のカール、破石と地球の歴史。形は違う。でも流れる法則は同じ。ダ・ヴィンチが500年前にノートでやっていたのはまさにこの3ステップだった。偶然でもひらめきでもない。彼は現代の認知科学が500年後に体系化する創造性のメカニズムを習慣として毎日実践していた。そしてこれは過去の話ではない。科学の世界では生物学者がアリの群れの動きを観察して交通渋滞の解決策を見つけた。建築家が蜂の巣の構造から超高層ビルの強度設計を学んだ。経営の世界でも医療の現場で使われていた事故の原因分析の手法が航空業界、製造業、IT 業界へと次々に持ち込まれている。分野を超えて答えを借りる力は500年前の天才だけのものではない。それは
いつの時代でも最も難しい問題を解くための最も強力な道具だった。ダ・ヴィンチの分野を超える力は特別な才能ではなかった。これは習慣として誰にでも再現できる技術なのだ。ダ・ヴィンチ自身がノートにこう記している。我々のすべての知識は知覚から始まる。言語ではオーニ・ノストラ・コニツィオネ・プリンチピア・ダ・センティメンティ。知識は外から本を読んで増えるものではない。見て、並べて、つないだとき初めて生まれる。今夜ノートを開いてほしい。左のページに最近あなたが取り組んでいる仕事の課題を書く。右のページにあなたが今夢中になっていることを書く。二つの間に共通する動き、リズム、パターンを一つ探してみる。それがあなたにとっての水と紙だ。天才とは知識の量ではなく知識のつなぎ方で決まる。500年前のノートの中ですでに証明されていた。インテリジェンスキュレーターは膨大な情報の宇宙から真に価値ある知識を選びお届けします。教養は知性を磨き人生を自由にする。チャンネル登録はこちら。